はい、金坊主です。スノーピークの新製品、もう多分見てきはった人もいるでしょうし、予約してる方もいるかなと思いますが、私も、スノーピークの製品、ミノーのキャンプ場で一回見て、その後、リンクでももう一回見ました。で、予約もしてきて、一旦これで予約も全部完了したかなっていうのがあるので、何予約したかと、それぞれの製品、カタログとか見ながらですね、喋っていこうと思います。まず今年はですね、テントが3つ出ますね。エアロカムラスシェルとランドロック MFS と、フィールドライズ。もう全部噛みそうですが、今回私はエアロカムラスシェル予約して、ランドロック MFS 予約して、で、こちらのフィールドライズも、予約はまだ始まってないんですけれども、買いますよっていう意思表明をして、商談予約はしてきました。エアロカムラスシェルですけれども、こちらはエアーテント。で、上がエアフレーム。で、中が全体がインナーテントになってて、で、それを吊り下げてる形になります。なので、インナーなしにしたらこんな感じで、フライシートとしてタープとしても使えるよっていう風になってます。で、中をお座敷スタイルみたいな感じにできるように、専用のマットも出てました。こんな感じでもう全部土サイトとしても使えるし、もう全部をおこもりとして使うこともできるし、半分にもできると言ってはったので、2分の1土で2分の1寝る用のインナーテントっていうこともできるし、もう全部インナーテントみたいな感じのこともできる。インナースカートみたいな感じなので、外からのホコリとかが入ってきにくいような形になっています。で、あと TPU ドア。TPU ドアのセットがあって、なんでおこもりするときとかに、外は寒いけれども、こうしておけば、外の明るさは入って、で、のんびり中で過ごすってこともできるっていう TPU と、さっき言ったインナーのこのマットのセットですね。これがインナーマットが25,300円と49,500円。で、6、7万4千円ぐらいに、本体が24万なので、31、2万ぐらいでフルセットみたいな感じですね。電動はないんですけど、電動も考えてねっていう話で、電動っていう話も出てはいるんですけどね、みたいな話はあったので、もしかしたらいずれ電動も出るのかもしれないですけれども、今のところは、この、自転車の空気入れみたいなこいつがくっついてくると。で、収納がめちゃめちゃでかかったです。普通のランドロックの 1.25 倍ぐらいかな。結構でかかったので、あれですけれども。買った理由は、エアーテントっていうよりは、このフルインナー的な感じ。超お座敷スタイル。だから冬とかであれば、もう電気毛布置いて、ぬくぬく使えるんじゃないかなと思います。この中でさらに、ストーブとか使えるかどうかっていうと、多分全然使えるかなと思うんですけど、締め切らなければ。なんでご飯食べて寝るってなったらこっちの後ろの方でですね、マット引いて寝るみたいなこともできると、すごくいいかなというふうに思ったって感じですかね。もしくは、この上にですね、インナーテントデュオみたいなやつを使って、もう少し、ちっちゃいインナーテントを使うことでぬくぬく過ごすっていうこともできるかなと思いますので、このあたりをね、含めてですね、空気も入れにくくもなかったし、スノーピークが出すエアーテントですから、朝起きたらエアーが抜けてて、目の前、テントみたいなことにならないと思いますし、万が一穴が開いても修理してくれるんだろうなっていうところで買うことにしました。そしてランドロックですね。今僕の手元には、パーフェクトランドロックっていうちょっとランドロックの特別版があります。その前はランドロックのプロエアーってやつを持ってたんですけど、それは、売りました。で、これの、一番特徴的なものでいくと、まず、ランドロックの新作で設営がしやすくなっているという部分。白い TC のフライカバーがついてきて、で、薪ストーブを入れることができる。私はメラクプロっていうテントと、この MK ストーブを買って使ってたんですけど、メラクプロはですね、もう売りました。スノーピークに。なんで今 MK ストーブだけが残ってはいるんですけれども、この MK ストーブもこいつで使えると。でもこの MK ストーブ自体はですね、火の粉バンバン飛んできて、きっとこの
フライ TC、ガンガン焦げて燃えていくんだろうなっていうところがあるんですけど、まあ真っ黒になったらまだ買い直すか修理かなっていうふうには思いますが、まあ、とりあえずこれができるんであれば、2ルームの薪ストーブで楽しめるかなと思うので、チャレンジしていこうかなと思います。で、まあ、こいつがね、上のやつがあかんくなったとしても、このテント自体はランドロックですから、使えるでしょう。で、4人用と2人用でちょっとこう折りたたむことができますよと。で、2人用やったら、まあ、子供と2人でキャンプ行った時に、広々と薪ストーブ使いながら、前室ドーンとしながら使うこともできるし、家族みんなで寝るってこともできるから、まあランドロックとしても全然、十分な部分があるかなと。で、マットシート39,600円、フライカバーが12万なんで、40万弱ぐらいで、フルセットが買えるというところでございますね。ランドロック自体はね、なんかやっぱ結構売れるんじゃないかなと思います。かっこよかったし、設営もしやすいし、これを新ランドロックといった旧ランドロックが叩き売りのように売られているので、フィールドライズ、エアフレームのルーフテントにちょっとちっちゃいタープをかけることもできます。で、だいたい 1.5 人ぐらい寝れる。大人2人はちょっとしんどいかなっていうところですね。まあ、だいぶくっつかないと寝れないかなっていうところ。なんで、まあ子供とか、ワンコと、室内は1人から2人ってが出ますけど、2人はまあまあ救急かなとは思います。まあ、仲のいいカップルとかご夫婦とかやったらいけるかなと思いますが、僕は僕と息子とか、僕とワンコとか、そんな感じで使おうかなと思っております。ただ、予約ができない、まだ。4月以降になるみたいで、異能製のフレームを使っている、異能製、ここの部分はね。だから、異能のキャリアには、異能の、バーには多分いけるんですけれども、車種とそのつけてるバーによっていろいろ変わってくる。例えば、ハイエースのエアロバーやったら、エアロバーはそもそも T スロットしか使えないけど、多分これ T スロットは対応してないっぽいんですよ。で、私はだから、2種類持ってて、エアロバーとスクエアバー持ってたんですけど、スクエアバーにも変えました。エアロバーはちょっとなんか難しそうやったので。ただそのスクエアバーもいけるかどうかがまだ確定ではないと。最終の情報は出てないので、今いけますって言って、いけなかったら問題になるので、言えませんっていうふうに言われているので、実際問題はまだ予約というか商談予約はやってるんですけど、買えるかどうかはわかんない。もし買えたらもうめちゃくちゃ使おうかなと思ってますので、この異能のここの部分、こいつ持ってるんですよ。これができる。これができる。こんなことしたい。こんなことをしたいってあれですけど。という感じですね。なんでちょっと一番楽しみにしてます。だからもしこれが、もうすみません、金坊さん、ハイエース無理になりましたってなってくると辛いんですけど、まだ無理になってもノアがあるんで、はい。ノアに乗るんやったら買う。っていうのがまず3つテントあります。フィールドライズまでちゃんと変えたら、今回新作は全部行くというところです。次に、ノガチェアですね。これは最初予約してなかったんですけれども、座ってみてね、めちゃくちゃ良かったので、買おうということで予約してきました。ヘリノックスのよくあるチェアの部分の、骨組みを太くして、でさらに座る座面の部分もしっかりとして広くすることで、めっちゃ座り心地良かったです。だから TC とかなんかこう燃えにくいとかやったらもっと良かったんですけど、そこを全面的に押し出してはなかったので、火の粉で穴開いちゃう可能性はあるかなというところが、懸念点ではございます。値段が22,000円やったかな。するので、まあ良きな、値段どこや。22,000円ですね。だからまあまあ良きなテーブルなんですけれども、でも座り心地がすごく良かったので、とりあえずやっぱね、椅子問題ですよね。スノーピークの椅子、ローチェアショートのローチェアとか、あと、ベンチもあるんですけど、大概でかいので、
まあ、車ハイエースとはいえども、ちっちゃくなるんであればいいなというところで、こちらを選択しました。で、そこの前にあるこのテーブル、ノガテーブル。まあ、これも、やっぱ、ソロの時はこんな感じで物を置くこともできるだろうし、で、家族とご飯食べる時はですね、このテーブルタイプ。まあ、ソロでも全然使えるかなと思いますが、で、めっちゃコンパクトになるし、こんな感じで延長テーブル的な感じで使うこともできるというふうに見たので、これはありやなと。ソロでも使うし。なんで、もともと持ってたコネクションテーブルってやつをスノーピークに打って、で、こっちをこういう系のテーブルとして使う。もうこれとかいいじゃないですか、こんな感じ。こんなに綺麗に並べることは僕はできないんですけど、こんな感じで使ってみてえなと思って、こっちも予約してました。33,000円ですね。エアーピロー。これも予約しました。今、ズックっていうメーカーのやつを使ってるんですけれども、まあ、スノーピークのやつもね、あるんですけれども、やっぱ寝心地が悪かって。で、これはね、枕カバーがリバーシブルで、裏返したらちょっと冷たいんですよ。だから冬も使えるし、夏も使えるっていう感じやったので、5,500円。まあまあコンパクトになったので、これは買います。で、マイクロほおずき。めっちゃちっちゃいです。ほら、これ見たらわかりますかね。ほんまもうこんな豆粒みたいなこんなやつでさ。こんな感じ。これは、買わないです。絶対僕はなくす。これはもう絶対なくすなと。確実になくすなと。めっちゃ可愛くていいなと思ったんですけど、絶対僕はなくすなと思ったので、買わなかったです。ただ、多分人がつけてるのを見たりとか、人の投稿を見てて欲しくなるかなと思うんですけど、やっぱりなくすなと思うので、あとはね、先割れスプーン。これも、なんか、ありましたけども、予約までしなくてもいいかなと思って予約はしてないです。で、ソフトウォータージャグ、これはね、ちょっと悩んだんですよ。いいなと思ったんですけれども、あんまりね、このジャグ自体を使わない。で、飲み物を持っていくときは、でっかいやつあるじゃないですか。あれを持っていくので、でも、帰りにぺっちゃんこになるのは、それはそれでいいなと思いつつも、別にこれが冷えるってわけではないかなと思うと、まあ、手洗い、と思って、今んとこ手出してなかったですけれども、何回見てもかっこいいんで、ちょっと欲しいなと思ってます。で、マルチコンテナ SML ね、SML あるんですけど、これもまだ買ってないです。ちょっとね、どういう風に使うかの想像ができなかったのと、ペグケースかなと思ってはいるんですけど、今 DOD のね、ペグケースを使ってて、めっちゃ満足しているので、あえてね、これを変えることもないかなと思って、ただ、これも見ててかっこいいなと思っているので、どれか1個ぐらいは買うかなと思います。で、ソフトクーラー13、15、47。で、これは今60に持ってたんですけど、それも今スノーピークに売っちゃいました。でかすぎる。で、これいいんですけれども、このシリーズ、ぺっちゃんこにはならないんですよね。なので、ソフトクーラーやけれどもぺっちゃんこにならないから、変えるときもぺっちゃんこにならないというのと、ソフトクーラーの今出てるやつの20何ぼか18か、62じゃない方のやつは持ってて、それがあるので、これもスルーです。ただ、47何回見ても、62まではいらんけど47ありかなみたいな思ってたので、47はちょっと狙ってます。で、OT ダッフルバッグ。45、65、90。45と65を予約しました。やっぱりこう出張行くときとか、あとまあソロキャンの荷物入れるときとか、出張もですね、カメラの機材とか結構いろいろ入れたりする。車で行く出張やったらいいんです、いいんですけど、新幹線とかの場合はちょっとこれ使えるかなと思って買いました。で、90まではちょっとさすがにいらないなと思ったんですけど、45と60はありやなと思ったので、2つを買っております。予約してます。で、このバッキングキューブも、結構さっき言ったように機材とかを入れるときにですね、小分けできるといいなと思ってやってます。こんな感じでキャンプで使うというよりは、完全にお仕事で使うつもりで買いました。匂い系はですね、特に買ってないです。あるんですけど、これ確か虫除けやったかなと思いますが、インセクトなんとかなので、まだ結構余ってるんでね。緑やからもしかしたら透けちゃってるかもしれないけれども。はい。というところで、スノーピークの新作たち。結構予約してるかなと思います。
やっぱりフィールドライズが一番楽しみですね。一番楽しみ。買えたらいいなというか、僕の車にもつけれたらいいなと思っております。皆さんは何を予約しましたか？何を欲しいなと思ってたりしますか？もっといろいろ語りたいんですけれども、今からですね、仕事のミーティングがあるので、ここまでにしておいて、次、この辺の製品の話をするときはもう手元にある状態で出そうかなと思いますので、チャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。以上です。ご清聴あざした。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la